学園に残って書類仕事をこなしていたけどちょっと息抜きにコーヒーでも買いに行こうとしたところで非通知の電話がかかってきたので出てみたらミッドナイトゲノムが始まってしまったフジトレ。書類仕事ってのは疲れるよな。大事な業務ってのはわかるんだけど紙切れと向き合ってるのってのはどうにも性に合わないというか。ちょっと息抜きにコーヒーでも買ってくるか。あれ？非通知だな。なんだろう、詐欺とかだったり。まあいいか、気分転換に付き合ってやろう。もしもーし。皆さん、こんばんは。うわ出た。ミッドナイトゲノム？バカな。放送禁止になったはずでは。今宵もあなたの尾行をくすぐる音声、ミッドナイトゲノムのお時間がやってまいりました。お相手は乙女心と秋の空より変わりやすいゲノム反応でおなじみ、立東洋の藤木関が務めます。嘘でしょ？どうやったらウェブラジオが電話から聞こえてくるんだよ。それでは早速ゲノ歌のコーナーです。このコーナーではゲナーの皆様から寄せられた思わず遺伝子がうずいてしまった瞬間を紹介していきます。では本日のゲノ歌最初の歌よりは、ゲノムネーム、スルメよりスメルさんからですね。相変わらずリスナーもクソみたいな名前だな。バツ、リスナー、丸、ゲナー。藤木関さん、こんばんは。はい、こんばんは。私は以前から香水が趣味で色々なフレグランスを集めていました。おしゃれだね、スルメよりスメルさん。ところがある日のことトレーニング後にトレーナーさんから借りたタオルの匂いを衝動的に嗅いだ瞬間から人生が変わりました。なるほど、ゲノムチェックインパルスを抑えきれなかったんだね。ゲノムチェックインパルス。説明しよう。ゲノムティックインパルス。ゲノムティックインパルスとはゲノムがうずき衝動的になんかもう抑えきれなくなることを指すのだ。一般的に汗の匂いというと不快なイメージがあるかもしれません。素人さんからすればそのイメージも無理もないよね。でもトレーナーさんの汗は違ったんです。甘くて少しスパイシーで。何より私の脳を直接刺激するような。おっと、それは遺伝子レベルで相性がいいサインだね。それからの私はトレーニング後のタオルを間違えて持って帰るようになりました。そっか、間違えちゃったんじゃ仕方ないね。最初はタオルだけでしたがだんだん物足りなくなってきて。おやおや？洗濯の練習をする必要があるのでトレーナーさんのシャツも預かります。こういうことでトレーナーさんの衣類を毎日ごく自然に預かるようになりました。なるほど、エスカレートしてきたね。言うほど自然か？どんな状況だよ。洗濯機が壊れたから洗濯板で洗ってるんでしょ。鈴鹿が自分の胸に衣類を押し当てて洗濯してるだって？洗濯前のたっぷり汗を吸ったシャツを部屋で顔に押し当てて深呼吸するともう脳が溶けるような感覚で。気づいたら床で倒れてました。なるほど、孫うことなきオーバースメル状態に突入しちゃったんだね。でも気持ちはすごくわかるなぁ。そして先週。枕の洗濯もしますよと言ってトレーナーさんの寝室から枕を借りてくることに成功しました。ついにそこまで。トレーナーさんの頭の匂いが染み込んだ枕はもう一発ゲノムものの反則級でした。わかる。そうなんだよね。下腹部にジンジン来るあの感覚はまさに一発ゲノムだからね。一発ゲノムってなんだよ。お前ミッケムは初めてか？肩の力抜いて匂いでも嗅いでいけよ。シャンプーと頭皮の匂いと寝汗が混ざった何者にも例え難いあの匂い。それこそゲノムバーストしたっておかしくないくらいだもんね。スルメよりスメルさんの心のハロン棒がそそり立ったとしても誰も文句は言わないし言わせないよ。あまりに興奮しすぎてそのまま枕を抱いて一晩中ゲノムが止まりませんでした。わかるよ、とてもわかる。翌日トレーナーさんに枕を返す時に顔色がすごくいいけどよく眠れた？って言われたくらいにはゲノっちゃいました。とのことです。いやーいいですね。スルメよりスメルさんは完全に目覚めちゃったんだね。匂いフェチっていうのは本当に強力でね。遺伝子レベルで相性のいい相手の匂いっていうのはもう言ってみれば麻薬みたいなものなんだよ。実は私もトレーナーさんの匂いには並々ならぬこだわりがあってね。知ってた。ゲナーの皆さん相手に改めて言う必要ある？お前さんの匂いに対するこだわりこそ唯一抜きんでて並ぶものなしだよ。最近は毎朝5時にトレーナーさんの部屋に忍び込んで寝息の匂いを採取してるんだ。やり方はね、とっても簡単。トレーナーさんの口元に小さなガラス瓶を近づけて寝息を10回分くらい集めるの。
それを密閉して今では 200ml 瓶で20本くらいストックがあるね。日付とその日のコンディションと何を食べたか全部記録してるよ。3月12日、夕飯はカレー、やや疲労気味みたいな感じでラベリングも完璧だよ。何それ、怖。ゲノムがうずく寂しい夜なんかにそれを開けて嗅ぐんだよ。その日の気分に合わせてさ。今日は元気な日のトレーナーさん。今日はちょっとアンニュイな日のトレーナーさん。みたいにね。いくつかの種類を用意しておくととっても便利だからみんなもやってみてね。さらりととんでもない行為を布教するんじゃない。あとは、そうだね。もしワンランク上を目指すのならネイキ以外にも色々持っていこう。トレーナーさんの使用済みマスクあたりが個人的にはおすすめかな。持ち出しやすいし私もそれなりの数を保管してるんだ。ゲナーなら言うまでもないけど呼吸が直接触れた部分の匂いってさ。もう、興奮してきた。そうそう、もしトレーナーさんが体調を崩してたりしたらチャンスだからね。この前なんて私のトレーナーさんが風邪をひいて寝込んでたから看病って名目で24時間部屋にいたんだ。汗かいた寝巻きを着替えましょうねって回収してポッケないだよね。それはもう至福の時間だったよ。お前は藤木関クイズで好き放題に服を奪っていくだろ。スルメよりスメルさんもこれからどんどん深みにはまっていくと思うけどそれが遺伝子のお導きだから存分に楽しんでほしいな。さて、今回も素敵なお便りでしたね。スルメよりスメルさんには好きな相手の匂いを記憶して再現する陰門型蹄鉄ステッカーをお送りしておきます。そしてここでリクエスト曲、ザ・ウィークエンドでブラインディングライツ。お便りの内容と曲のギャップよ。相変わらずセンスいいな。ではもう一通お便りいっちゃおうかな。私も言っていいかい？なんてね。では続いてのお便りは、ゲノムネーム、スワッピングビューティーさんからですね。藤木関さん、ゲノゲーノ。はい、ゲノゲーノ。最近私は同室の子の寝顔を見るのにハマってます。おや、可愛らしい趣味だね。最初は偶然だったんです。夜中にトイレで起きたら月明かりで同室の子の寝顔が見えて。ふむふむ。その無防備な表情になんだかドキッとしちゃいまして。ああ、わかるわかる。トレーナーさんも私という侵入者に気づかず静かな寝息を立てているんだけどこれがまた何時間でも見ていられるんだよね。マジで？まあこの話は後でにしようか。それからは毎晩わざと夜中に起きて観察するようになりました。ただ観察するだけなのも失礼なので全部スマホで録画してます。几帳面だね、スワッピングビューティーさん。動画で残しているとなるとスマホの容量がすぐいっぱいになっちゃいそうだけど大丈夫なのかな？少なくとも頭は大丈夫ではないな。そして先週のことなのですが。おや、何かあったのかな？ついに寝てる間に髪を触っちゃいました。それはまたエスカレートしたね、スワッピングビューティーさん。バレなかったのかな？気になるね。起きないようにそっと指先で髪を撫でて。その感触が忘れられなくて。今では毎晩の日課です。とのことです。寝顔フェチっていうのはね、私も同感しかないよ。すごくわかる。無防備な姿って本当に魅力的だよね。私もトレーナーさんが仮眠をとってる時はチャンスだと思ってるよ。椅子で寝落ちしてる時とかもう観察し放題だからね。寝息をカウントして呼吸のリズムを完全に把握してるし今では息を吸うタイミングが 0.1 秒単位で予測できるよ。この前なんて真夜中に忍び込んだ部屋で寝てるトレーナーさんの顔に自分の顔を近づけて同じ空気を吸ったり吐いたりしてみたんだ。呼吸をシンクロさせるの。もうトレーナーさんと文字通り一心同体になったみたいで最高だったよ。ああ、思い出したらゲノムがうずいてきた。今夜も観察しに行こうかな。さて、今回も素敵なお便りでしたね。スワッピングビューティーさんには寝息のリズムに合わせて振動する陰門型蹄鉄ステッカーをお送りしておきます。それではここでちょっと宣伝を。ミッドナイトゲノムの過去配信はポッドキャスト登録で、ゲノムシーケンシングクーポンコードを入力すればすべての過去配信が無料。今すぐ登録。そしてここでリクエスト曲。フランクオーシャンでThinking About You。書類仕事はほどほどにして急いで鍵の交換しなきゃ。西のフラワーはどう思う？美ね。これ。これを見に来たと言っても過言ではない。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。